こんにちは、かなこです。今日はモンクスフードのフラワーエッセンスを取った時の感覚がなんだかとっても不思議だったので、その時の体験についてお話ししようと思います。モンクスフードというのはアラスカンエッセンスというブランドのフラワーエッセンスで、こんなお花なんですが、実は私はこの写真を見てこのエッセンスを取りたいと思ったことはなかったんですね。そんなにお花の姿形としては惹かれないというか、そんなに好みではないというか、ごめんねモンクスちゃん。でそれがある日どんなテーマで選んだかは忘れてしまったんですけど、この瓶を並べてその瓶で直感で選んだのがこのモンクスフードのエッセンスだったんです。ラベルは見ずに、つまりその瓶が何のエッセンスであるかは分からずに選んだわけなんです。それでこのモンクスフードがどういうメッセージなのかなと思って見てみたら、このメッセージはいくつかあって、その中の一つがちょっと自分の境界が弱くなってないですかというのがあるんですね。自分の境界というのはエネルギー的な境界、境界線のことでバウンダリーとも言われます。でこれが弱くなってくると外の世界の自分には必要ないものまで拾ってしまったりして、しっかり自分を保てなくなってしまったりするんですね。でそれが弱くなっていないですかっていうメッセージが、一つあります。それとか他の人と感情的に深く触れ合うのを避けていませんかとか、重荷とか責任がのしかかっている状態ではないですかとか、そういったことを伝えてきているエッセンスなんですね。それで私その時そのメッセージがもうその通りと思ったかどうかはちょっとよく覚えてないんですが、これを飲んだ時の感覚がすごく印象的ですごく心に残ってるんですね。でこれを飲んでどんな感じがしたかというと、その自分であるのが心地いいっていうか、この自分が自分でいて気持ちいいっていう感じで、その言葉で言ってしまうともうたったそれだけのことみたいになってしまうんですけど、なんか不思議な感覚だったんです。というのが、例えば心地いいっていうのはその毛布の肌触りが心地いいとか、そよ風が吹いて心地いいとか、外のものを感じて心地いいっていうのはよくあると思うんですが、その毛布とかそよ風って自分の外のものじゃないですか。でそれがこのエッセンスを取った時に感じたのは、その自分の内側から出た心地いいだったんですね。その外由来の要素は何もなかったわけなんです。だからすごく不思議でとっても面白いなっていう感じだったんです。このモンクスフードのエッセンスはもうただただ自分のいることで満たされていて、このリラックスできてっていうこの自分でいることの心地よさにつなげてくれたんだなって私は感じたんですね。そしてそれからしばらく経ってまたこのエッセンスを取った時があって、でその時も初回ほどの衝撃ではなかったんですけど、やっぱり同じような感覚があったんですね。でそれでその2回目の時にこの自分でいて心地いいって感じた感覚が、これって一種のグランディングじゃないって感じたんですね。でグランディングというのはエネルギー的に地に足がついていて、このエネルギー的に今ここにいることなんですけど、グランディングは一生かけて深めるものっていうくらい奥が深いものなんですが、一般的に焦点が当てられるのがそのエネルギー的にどうなっているかだと思うんですね。この心理的とか気持ちじゃなくって、エネルギー的にどれだけ地球に深く根ざしているかとか、どれだけ地に足ついてるかとか、どれだけどっしりしてるか、ふわっとしてないっていうことだと思うんですが、それもグランディングなんですけど、この心地いいっていうのも一種のグランディングなんじゃないかなっていうふうに、私はこのエッセンスを飲んでなんか体感として体の感覚として感じたんですね。だからとっても面白かったなと思って、今回は皆さんにシェアしたいと思ってお話を、しました。でちなみにこのモンクスフードの植物というのはとっても強いエネルギーのフィールド、要はオーラを持っているそうなんです。そしてエネルギーの境界がはっきりしているそうなんですね。なので私たち人間がそのエッセンスを取った時にも、この自分のエネルギー的境界を強めるのを助けてくれるそうなんですね。その植物の
エネルギー的質をちょっと自分の中のそれを思い出させてくれるというか。ただここでちょっと付け加えなんですけど、フラワーエッセンスというのは飲んだ時にみんな同じ感覚になるわけではないということをお伝えしておきます。というのが、エッセンスはいわゆるお薬ではないので、これは飲んだら必ずこういう効果がありますよっていうものではないんですね。血圧のお薬とかはその血圧のお薬を飲んだらみんなに対して血圧を下げる効果があります。この薬はこの人にとってはちょうどいい強さだけど、この人には弱くて効かないっていうその効果の出方の程度の差はあります。でも同じ薬は同じ作用を持っています。この人の血圧は下げるけどあの人の血圧は上げるっていうことはないんで、フラワーエッセンスというものはそういったものとはちょっと違うんですね。一般的にこのエッセンスを取ったらこういう風になるでしょうっていう傾向はあるんですけれども、取った時にいつも必ずみんながそれになるわけではないんです。同じエッセンスを飲んでもその人それぞれによってその反応は違うし、同じ人が取った時にも前はこんな感じがしたけど今回は何も感じないなとか、そういうふうなことが起きます。で、私はそれもエッセンスの面白いところだなと思っています。皆さんも何か面白い体験があったらぜひ教えてください。それでは次の動画でお会いしましょう。